こんにちは、たかしです。本日は週末ですので、月曜日からのポンド円とドル円の相場の見通しをやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現状は下落トレンドから、そのトレンドが転換するのかというような動きに見えてきました。ただし直近この辺ですよね。193円付近というこの辺の高値が今のところ意識されておりますので、そこから下落していくということも十分考えられます。ストキャスティクスも高値圏、過去のこの高値圏からのデッドクロスですね。こことか見ていただくとわかるんですが、ここから結構大きめの下落をしてますよね。と考えると、今回も高値圏に来ておりますので、ここから下落する可能性は考えておきたいんですが、現状は日足の GMMA の青帯の上に乗せてきました。ここですね。ここでサポートされるのであれば、ここからの上昇っていうところが考えられますので、週明け月曜日、ここでまたサポートされて上昇していけるのかどうかっていうところを見ておいてください。では4時間足です。4時間足は徐々に上昇トレンドを継続してきております。ただし直近では先ほど言ったこの直近の高値、このあたりですよね。ここずっと、ここは少し届いてませんが、このあたりずっと意識されてますので、そう考えるとここで今ダブルトップみたいな形を作ってきておりますので、こうやって一度下落する可能性は考えておきたいです。ただ先ほど言ったように基本的には4時間足、上昇トレンドを作ってきておりますので、ここ上抜けてくる可能性もあります。そうすると、今まで上抜けられなかったところを抜けてきますので、そこからこういう上昇の可能性がありますので、まずはこの直近高値193円付近を上抜けられるのか、それとも上抜けられずにダブルトップで下落するのか、そのあたりを意識しておくとトレードの方向がわかりやすいと思います。では1時間足です。1時間足も徐々に上昇トレンド GMMA の青帯は全体的に上を向いております。ただ先週末、水曜日から木曜日にかけたここ下落トレンドを作っていたんですね。なのでここでこういう下落トレンドを作っていたので、金曜日もここからこういう下落の可能性を考えていたんですが、結果的に GMMA の青帯を上抜けてきましたので、なので先ほど見たように GMMA、今までこっちは下向きだったものが、ここからは上向きになってきているんですね。ですので4時間足もそうでしたが、1時間足も上昇トレンド中です。なのでこのまま上抜けていく可能性もあるんですが、やはり先ほど言った193円付近は意識されると思いますので、4時間足で言っていたダブルトップ、こんな感じですよね。と、もう一つ1時間足はここにさらにダブルトップを作ってくる可能性があるので、その辺は注意が必要ですね。ですので、上抜け期待でのロングエントリーは危険な領域に入ってきておりますので、ここ明確に上抜けてからの上昇についていく、この矢印みたいな感じですね。明確に上抜けたらそこから上昇についていくのはいいんですが、今結構高値圏に近づいてきておりますので、ここから買っていくのは少し危険かなと。いつダブルトップが意識されて下落してもおかしくないところにあるので、その辺は注意が必要なんですが、基本的な目線としては1時間足も4時間足も現在は上昇トレンドに入っているというところは覚えておいてください。ではドル円を見ていきましょう。ドル円は相変わらずの下落トレンドですね。ここからこういう下落になるのかどうかですが、先日からお話ししてますように現在は調整の上昇中、そして GMMA の青帯ぐらいまで戻す可能性を考えておりますので、もう少し上昇する可能性があります。ただ基本的には上昇したところは売られますので、下落トレンドの中での今は調整の上昇だというところは覚えておいてください。では4時間足です。4時間足の GMMA もずっと下向きですので、基本は戻り売りで考えていくのがトレードがやりやすいと思います。現在はダブルトップを描いてきてますので、ここから週明け下落するのか、ストキャスティクスも高値圏ですよね。ただ GMMA の青帯を超えてきてますので、もしここでサポートされればこういう動きになっていきますので、それがどちらになるのかっていうところを週明け見ておきたいです。基本は下落優位、その中でダブルトップにもなってきている。ただし GMMA の上に乗せてきているので、ここでサポートされるかどうかというところが週明けのチェックポイントです。では1時間足です。1時間足は徐々にこう上昇を作ってきていたんですが、ここ週末にかけて下落になって、また金曜日その下落を崩すような動きになって、方向感としては非常に分かりにくいんですね。ですのでここ今水平線を引いてますが、大枠ではこういうレンジを想定しておいていただくといいのかなと。この辺、金曜日とかこの水曜日の高値ですね、このあたりをレンジの上限、そしてこの辺ですね、木曜日の安値付近をレンジの下限と考えて、そこの間での今こうダブルトップで下落するかもしれませんが、基本はレンジを想定しておくといいと思います。ですので、ここに書いてある矢印のイメージですね、上昇す
ると下落方向への力がかかりやすい。そして下落するとまた上昇方向への力がかかりやすい。ですので、上昇トレンドというずーっと上がり続ける、こういう波をイメージするんじゃなくって、基本は上がったり下がったりというこういうレンジですね。このレンジの上限下限があって、そこでの行ったり来たりという、そういう動きを想定しておくと、トレードやりやすくなるかもしれませんね。